皆さんこんにちは。もしかしたら今パソコンで作業をしながら、あるいはコーヒーを入れる音に耳を澄ませながらこの時間をお過ごしでしょうか。私たちの周りには本当にたくさんの言葉がありますよね。その一つ一つにはまるで長い旅の字のような豊かな物語が隠されていることがあるんです。今日はそんな言葉の旅に皆さんと一緒に出てみたい、そう思っています。取り上げる言葉は先天の霹靂。きっと誰もが一度は耳にしたことがあるこの言葉です。その源流から現代でのちょっと意外な活躍まで、ゆっくりと時間をかけて紐解いていきましょうか。さて皆さんはこの晴天の霹靂という言葉にどんなイメージをお持ちでしょうか。おそらく多くの方は予期せぬ衝撃的な出来事、どちらかといえば少しネガティブな驚きを伴う出来事を思い浮かべるかもしれませんね。ですが、もしこの言葉が生まれたその最初の瞬間には、私たちが今抱いているイメージとは少し違う驚くほどポジティブな輝きがあったとしたらどうでしょう。今日はその本来の意味を探る旅でもあるんです。この青天の霹靂という言葉、実は少なくとも3つの異なる顔を持っているんですね。一つは私たちが日常でよく使う突然の衝撃という意味の顔。そして残りの2つは現代の日本で全く新しい命を吹き込まれて生き生きと輝いている姿なんです。さあ、その全てをめぐる言葉の旅へご案内しますね。まずは一番馴染みのある顔から見ていきましょう。現代の日本で使われる青手の霹靂。これは何の予兆もないところに突然起こる衝撃的な出来事を指しますよね。例えばニュースで彼の突然の辞任は関係者にとってまさに青手の霹靂だったというような、そんな使われ方をします。私たちの人生そのものを揺るがすような予期せぬ出来事、それがこの言葉の現代的な意味合いというわけです。ところが面白いことに、この古くからある言葉が今全く新しい文脈で輝きを放っているんですね。一つは私たちの食卓に欠かせない農業の世界、そしてもう一つは物語を紡ぐ映画の世界です。お米と映画、一見すると何の関係もなさそうなこの2つの分野で、蒼天の霹靂は今やとても重要なキーワードになっているんです。具体的に申しますと、青森県が生んだ奇跡のブランド米、その名もズバリ晴天の霹靂。その名の通り、日本の米市場に文字通り衝撃を与えました。そしてもう一つは、お笑い芸人であり作家でもある劇団ひとりさんが監督を務め、多くの人の心を揺さぶった映画晴天の霹靂ですね。こちらも主人公の人生を根底から返すような衝撃的な出来事が描かれています。ではまずこの美味しいお米の物語からじっくりと見ていくことにしましょう。日本の本州、その最北端に位置する青森県、ここでのお米作りは常に厳しい自然との本当に長い戦いの歴史でした。特に農家の方々を悩ませてきたのが山瀬と呼ばれる冷たく湿った夏の風です。この風が吹くと稲は成長を妨げられ、深刻な冷害に見舞われてしまう。そのため青森の米作りというのは何よりもまず寒さに強いことが優先されて、味の追求は二の次にならざるを得なかったんですね。食味ランキングの最高評価である徳栄は長年手の届かない遠い夢、徳栄の空白地帯とまで呼ばれていた、そんな事例があったのです。そんな苦難の歴史を打ち破る大きな鍵となった数字があります。それがこの 6.4% という数字なんです。一体この数字が何を意味するのか。これが青森のお米が起こした革命のまさに革新へとつながっていくんですね。その答えがこちらです。 6.4%。 これはお米の粒玄米に含まれるタンパク質の含有率の上限を定めた非常に厳しい品質基準なんです。少し専門的な話になりますが、お米というのはタンパク質が少ないほど炊いた時に水分をよく吸ってふっくらと美味しく炊き上がると言われているんですね。雑味も少なくてお米本来の甘みが際立つと。青森県はこの 6.4% 以下という極めて厳しい基準を自らに課して、それをクリアしたものだけを誇りを持って青天の霹靂として出荷することにしたのです。その結果はまさに歴史的な快挙でした。デビュー以来なんと9年もの間連続で食味ランキングの最高評価特 A を獲得し続けているんです。かつて空白地帯とまで呼ばれた青森が科学的なアプローチと何よりも農家の方々のたままぬ努力によって日本でも最高峰の米どころへと劇的な変貌を遂げたんですね。これは日本の農業界にとってまさに名前の通りの青天の霹靂だったと言えるでしょう。さて次にもう一つの現代の顔、映画の世界に目を向けてみましょうか。
劇団ひとりさんが原作、監督、そして出演も務めたこの作品。売れないマジシャンがある日文字通り雷に打たれて過去の浅草へタイムスリップしてしまう。そこで若き日の両親に出会い、自身の出世にまつわる衝撃的な事実を知るという、そういう物語です。ここでも青天の開きは、空から落ちてくる物理的な落雷と人生観を根底から崩す精神的な衝撃という二重の意味で見事に機能しているわけですね。青森のお米とこの映画、どちらも長く続いた停滞を打ち破るポジティブな衝撃というテーマで、この古い言葉を現代に見事によみがえらせました。しかしここでふと一つの疑問が心に浮かびます。そもそもこの蒼天の霹靂という言葉は一体いつどこで誰が生み出したんでしょうか。ここからはその本当のルーツを探る時間の旅に出ることにしましょう。さあ、ここからは時間をぐっと遡ります。目指すは今から800年以上も前の中国南宋の時代。この言葉を生んだ一人の偉大な詩人のもとへと思いを馳せてみましょう。この言葉の生みの親は中国南宋時代の詩人陸游という人物です。彼は生涯になんと1万首もの詩を残したと言われる情熱的な大詩人でした。その彼が晩年病に伏せていた時期に読んだある漢詩の一節、それが私たちの知る青天の霹靂の源流だったんです。彼が読んだこの詩が800年以上の時を経て遠い異国日本のブランド名の名前になるとは、陸游自身も想像だにしなかったでしょうね。さて、ここからがこの言葉の旅の最も興味深い部分かもしれません。私たちが今当たり前のように使っている衝撃という意味とは全く異なる、この言葉に秘められた本来の本当の意味がいよいよ明らかになります。これがその漢詩です。一行ずつその情景を心に思い浮かべながらゆっくりと味わってみましょうか。鳳凰病見て秋を過ぐ。私、鳳凰。鳳凰は陸游の号なんですけれども、病気でこの秋を何もできずに過ごしてしまったと。ほっとし起きて良い木を作る。しかし突然むくりと寝床から起き上がり、まるでお酒に酔ったかのような勢いで筆を取り蚊や蛾を捜索し始めたのだ。生に久しく畜せる竜の。その様子はまるで長い長い間土の中でじっと冬ごもりをしていた竜が、そして最後の句、青天に霹靂を飛ばすがごとし、雲一つない青空に向かって堂々く雷鳴とともに天高く飛び立っていくかのようだと。どうでしょう。この自然体のダイナミックの流れ、感じていただけましたでしょうか。そうなんです。重要なのはこの最後のフレーズ。青空に雷鳴を轟かせながら飛び立つ竜。これは決してネガティブな出来事を言っているわけではないんですね。病で停滞し何もできなかった老いた詩人の心の中にあった創作への情熱が、まるで眠りから覚めた竜のように凄まじいエネルギーとなって爆発する様子を見事に描き出しているわけです。こちらをご覧いただくと、その意味の変遷が一目瞭然ですね。左側、詩に込められた本来の意味は、内に秘めたエネルギーの爆発、生命力の復活、停滞からの力強い脱却といった非常にポジティブで生命力に満ち溢れたものでした。それが長い時を経て、日本では右側の予期せぬ不幸、突然の衝撃というどちらかといえばネガティブな、あるいは警戒すべき出来事という意味合いで定着していった。言葉が旅をする中で時にその意味を大きく変えていく、その面白さと少しの皮肉のようなものも感じずにはいられませんね。しかしこの言葉の物語はここで終わりではないんです。不思議なことに、そして面白いことに、冒頭でご紹介した現代日本の2つの事例は、まるで800年の時を超えて、この言葉が本来持っていたポジティブなエネルギーを現代によみがえらせているかのようにも見えるんです。次のスライドでその興味深いつながりを見てみましょう。青森のお米の物語は、冷害という長い冬の時代、つまり停滞を打ち破る農業の活性化の物語でした。そして映画の物語は、主人公が過去への怨念という心の停滞から解放される感情の再生の物語でした。どちらも陸游が詩に込めた長い沈黙を破って力強く天に飛翔する竜という本来のポジティブなエネルギーを、もしかしたら意図せずして現代の形で体現している。これは実に興味深い現象だと思いませんか。ここまで一つの言葉をめぐる長い旅をご一緒してきました。
この旅が教えてくれるのは、言葉は決して辞書の中に静かに収まっているものではないということですね。時代や文化という流れの中を旅しながら、時に意味を変え、新たな役割を担い、まるで生き物のように生き続けているんだなと感じます。最後にもう一つだけこの言葉の面白い点に触れておきましょうか。なぜ晴天のひられきではなくて青天のひられきなのでしょうか。晴天という言葉は単に天気が良いことを指しますけれども、青天は一点の雲もない、どこまでも深く吸い込まれるような青い空を意味します。その静寂に満ちた広大な空間から突如として雷鳴が轟く。この静と動の鮮烈なコントラストこそが、ひられきという言葉が持つ衝撃を最大限に引き立てているんですね。この人が選んだ漢字一文字にまで深い美意識が込められている。そう思うとまた味わい深いですよね。南宋の詩人、陸遊の魂の叫びが800年という長い時を超えて、北国のお米を黄金色に輝かせ、一本の映画に深い感動を与えました。この晴天の霹靂という言葉の旅は、この先またどこへ向かうのでしょうか。そして私たちが普段何気なく使っている他の言葉たちも、きっと同じようにまだ誰にも語られていない豊かな物語をそのうちに秘めているのかもしれません。今日のこの時間が皆さんの日常にある言葉を少し違った角度から眺めるきっかけになれば幸いです。